今日から2日間はですね、駿河湾デイと題しまして、多様な駿河湾の姿をですね、2部構成で紹介をさせていただきます。この後は、我々でですね、駿河湾の水深2500メートルへの深海ツアーを、まずご案内するんですけれども、皆さん漁港に深海世界が広がってるって想像できますか？なかなかできない方が大勢いらっしゃると思うんですけれども、まず鈴木カリブさんにですね、駿河湾の漁港に深海世界が広がっているというお話をいただいてから、駿河湾の最深部水深2500メートルへの、深海ツアーをですね、こちらにあります深海ドローンと、テレビ静岡で制作して、制作しました深海カメラを使ってですねの映像を使って皆さんをご案内したいと思います。静岡県の清水町というところにあります幼魚水族館、魚の赤ちゃん、幼い魚と書いて幼魚、もう赤ちゃんばっかりを展示するという変わった水族館で館長をやっております。私は、深海魚が子どもの頃からすごい好きだったんですけれども、それを自分の作ったロボットで見たいと趣味でやっていたのが最初で、こういった水中ドローン、深海まで潜る水中ドローンを作って日本のいろんなところの深海を今調査させていただいております。静岡県に抱かれるようにあるのが駿河湾です。で、御前崎と石廊崎ですかねを結んだこの56キロの湾口ので、奥行きが60キロあります。で、これが駿河湾という形ですね。で、今お話にも出たんですけれども、駿河湾の最深部は水深が2500メーターあります。これは日本で一番深い湾で、2番目が相模湾になるんですかね。2500メーターぐらいだったかなと思うんですけれども、そういった、湾になっております。深海って結構遠いところのイメージがあるんですが、実はもう漁港から船で出るとものの5分10分するともう水深が500メートルあるようなズドーンと落ちるような地形になっている場所があったりとか、片や平らにさーっとなっているところもあったりで、この地形のバリエーション、これがすごいたくさんあるっていうのがもう本当に面白い場所かなと思います。生き物ってやっぱりこの種類はこういう場所が好きとかね、こういうところに隠れてるとか、そういう住みたい環境っていうのが様々なんですけれども、この駿河湾の中にはそれが全て入っているというか、泥地、砂地、それから崖みたいになっているところ、急にまた海底火山のように盛り上がっているところ、その起伏、そこの質も様々あるんですよね。だからこんなにもう多分日本に暮らしている魚の中でも3分の1以上がここに暮らしているっていうぐらい多様性に満ちている。それは環境の多様性がなせる技なんじゃないかなと思います。深ければ深いほど深海なのは間違いないんですが、1000メートルもちろん深海なんですが、実は境界線はですね200メートルのところにあるんですね。これ200メートルでなんとなく分けてるんではなくて、実はここからがですねまるで世界が変わるんですよ。何かっていうと、海には太陽の光が入りますよね。で、浅い海ってキラキラ輝いて多分明るいと思います。サンゴ礁の海とかね。でもそれが深くなればなるほど光がだんだん届かなくなります。それで植物が光を浴びて光合成というのをやるんですけれども、その光合成をすることができるギリギリのラインっていうのが200メートルだって言われてるんですね。で、これを超えてしまうと植物は光で生きていくことができないってことは、ここを境に植物の世界が終わるとも考えられるわけなんですね。そんなすごく大事なラインがここにあって、そこから下を深海と呼んでます。僕大好きなんですよ。赤靴っていうアンコウの仲間の赤ちゃんで、大きくなると全然違う姿してるんですけど、ちっちゃい時は体の周りを透明な風船で覆って、それで全身をもうまるで気球のようにね、流れに乗りやすい形にして生きているという映像を見てみましょう。可愛いでしょ。これなんか叫んでますよ、こっち見て。テレビ静岡の深海定点カメラで撮影した水深200メーターの映像です。境界ですよね、もう本当に。来ましたね。大きそう。これカゴの幅がどのくらいですか？前のカゴの幅が40センチなので、相当優に1メーターは超える。皆さんこれ何だと思いますか？これカリブさん、はい、アナゴの類でよろしいですかね？アナゴの仲間です。はい、黒アナゴとかそういう深海系の巨大アナゴ系ですよね。なかなかタチウオが立って泳いでる映像って皆さん見たことないと思うんですけれども、やっぱり深海ではこうやって立って泳いでるんですね。ちゃんとやってるんですね。これはどっちで？今見えました。この尻尾の先見てください。尻尾の先にちっちゃなハートみたいなのがついてると、
タチモドキという別の魚になります。あ、今ね多分見えている3匹みんなちっちゃいハートついてるんで、これはタチウオではなくてタチモドキ。名前がかわいそうだけど何が違うんだって話ですけどね。近づくとこの薄っぺらい方をこっちに向けてくるんですよね。すごいな。これをなんか繰り返してあれもしかして目くらまししようとしてるのかなちょっと思ったりもしましたけど。なるほど、もう光そんな使わないはずだなとすごい不思議な不思議です感じでしたね。下からだけじゃなく横からもちゃんと対応するんですね。そうね、向こうはもう明らかに向けてましたね。普段はこうやって泳いでるんじゃなくて餌を食べるのは海底です。海底についてこのたくさんついている手で地面をこうついばみながら食べて、でそこの今ついてるところをある程度食べ終わったなと思ったらまた浮き上がって移動してって、そう見ていただくと多分これ地面歩けないんじゃないかなと私は思ってるんですけど。確かにそうですね。そっか、もう移動手段流されることに徹しちゃったんですかね。と思うんですよね。これはまた別のこの水深の主が現れましたね。うわ口開いた。これは底坊主、ノーマル底坊主ということでよろしいですか。ね。さっきのイワラヒゲに比べると体に対して目がちっちゃいかななんて思いますけど、確かにそうですね。同じ水深でも生き方頼る感覚がちょっと違うんですかね。いやでもここにおいてもマリンスノーがこれだけあるっていうのがもう何よりの特徴なのかなとは思いますね。これが本当にすごいことです。これだけの水深を持つところになるとやっぱり島というかその陸からだいぶ離れたところになるので栄養っていうのもだんだん少なくなってくるんですけど、ここは、2500m でもこれだけ十分にあると。なるほど、しっかり届いてるんですね。ある瞬間においてはこれぐらいのゴミ袋が流れてるっていうのも事実なので、結構大きいんですよね。で数えたら6分間で18枚のゴミ袋が流れてきました。でこの前後にも結構流れていたので相当量がね、駿河湾の最深部に底坊主とかああいう大きな魚が暮らしているところにも確実に届いているんだななんていう映像です。ゴミを救いましょうって言ってもなんかあんまり面白そうじゃないなって思う人もいると思います。特にお子さん相手に喋っている時にあんまり目が輝かないんですね。だけどゴミの下に幼魚がいるよっていう話をして、ゴミの周りにいる魚ごとゴミ救っちゃえば簡単に幼魚取れるよっていう話をするとすごく目が輝く。それでもいいんじゃないかと思うんですね。なんかこう無理やり、SDGs って言われてるからゴミを拾わなくてはいけないみたいなのって長続きするのが難しいから、そうじゃなくて自分がワクワクすることとか学びがいっぱいあることとか楽しいことっていうその気持ちを大事にして、そのついでにこう一緒に取れちゃったゴミをまとめといてね、帰りに分別して捨てるってほんのちょっとのことだかもしれないけれども、それだったら楽しみながら長く続けられるんじゃないかなと思うんですね。沼津高専の学生たちと、そしてそれから静岡県内のですね、県内外の中学生たち、小学生たちと一緒に今日一緒にですね、駿河湾について勉強していきたいと思います。過去を知り、現在を調べ、未来を予測しますよって、ね、そしてその未来の検証を駿河湾キッズ&ユースにしてほしいんですよ。そうやって未来のことを子どもたちが考える。今日のこれからは、主人公は今度学生たち、子どもたちです。その発表をですね、ぜひ聞いてほしいと思います。よろしくお願いします。私たちの調査の中では最も深い2030メートルです。これも泥が舞って、この地面にふわふわして生えているものがたくさん見えると思うのですが、これもゴカイやキアリムシと仲間と見られる立派な生物だと思われます。ここでも上に向かって泳ぐ魚や、ここでも水流に抗って潜ろうとしているエビが頑張って泳ぐ姿も確認できました。タカアシガニとアナゴのツーショットからユメカサゴが追加され3ショットになっています。ここで後ろから近づいてくるのがカグラザメですね。タカアシガニに激突していますそうですね、かなり大きなサメです。でタカアシガニはやっぱり素早く逃げていきますね。身の危険を感じるとすぐに逃げていく生存本能があります。また食物連鎖の上位にいるサメであるカラスザメ、ヨロイザメ、カグラザメなども現れていたため、このような生物たちが食料とする魚等がそもそも少なくなっている可能性、それは地球温暖化による環境や生物数の変化が深海にも現れ始めているのではないかということを私たちは懸念しています。
水中ドローンによる調査では、大須崎の水深30メートルや飛騨の水深40メートルでは、蓬莱姫路や海サボテン、赤い崎や海トサカなどの温暖な海域に生息する生物が見られました。人工衛星NOAAによる駿河湾の海面水温画像では、2014年よりも2023年の方が黒潮が大きく蛇行し、駿河湾の海水温がとても暖かくなっていることが分かります。ソラスズメダイは沿岸の岩礁やサンゴ礁に生息するスズメダイ科の魚で、環境や水温の低下により体の色を青色から黒色に変化させる特徴を持っています。次は縦軸が黒、青、透明の報告数、横軸が年となっております。2001年以降年々青色が増えていて、17年以降激増しています。こちらの原因としては、先ほどの内輪寒天カメガイと同様に黒潮の蛇行で駿河湾に入り込んでいるのだと考えています。そして2019年に透明な個体が見られています。透明な個体は幼魚のため駿河湾に定着し繁殖していることが分かりました。また2020年以降黒色の報告がありません。なので1年を通してソラスズメダイが青色でいられる暖かい海水温になったことが分かりました。オオグソクムシは深海のダンゴムシと呼ばれていて、深海に生息しています。そして大きさはこの模型のように手のひらサイズとなっていて、有名なダイオウグソクムシと比べると小さくなっています。そして動物の死骸を食べるため海の掃除屋と呼ばれています。こちらが実際にジグザグに進んでいる様子になります。このブロックで作成した分かれ道が3つある大きな迷路を作って観察を行いました。今1つ目で角で右に曲がったオオグソクムシは、ここの2つ目の角では左に曲がっています。そしてこの次の角では、右に曲がっていく様子が観察できました。しかしこのオオグソクムシは先ほども言ったように角にいるといった習性があるため、水族館では水槽の角にとどまりじっとしている様子しか見られません。これでは魅力が十分に伝わらないと思ったため、これまでの観察結果を生かした展示方法を考えました。こちらは沼津港深海水族館のバックヤードにて展示を行わせていただきました。このようにすでに上に1匹いるのですが、斜面を歩いて登るオオグソクムシの様子が観察できました。私たちは過酷な環境に対応した深海生物のさまざまな特徴を特許分析から生まれた発想法であるトリーズの40の発明原理で整理し、海の掃除を行うロボットの開発を行いました。さらに SDGs の課題解決に活用しました。深海生物はその過酷な環境に対応するため、さまざまな特徴を有していることが分かります。そしてその特徴を生かしてバイオミメティクスロボットを制作しました。小中学生が生物の特徴を生かしたロボットの設計図を書き、高専生が実現に向けサポートしました。その後、教材メーカーアーテック社の協力のもとロボットを制作しました。タカアシガニロボットでは、タカアシガニのどのような地形の海底でも対応できる足の構造をロボットにしました。駿河湾探求を重ね、多くの方々とのネットワークを通し、駿河湾の未来予想図を描きます。その未来をキッズ&ユースが作り、そして見届けます。ご協力お願いいたします。